も皆さん起きてますかね。起きてらっしゃる。皆さんね、やっぱ最近ジメジメ、しかも暑い、もうね天気は最悪、体中汗だく、もうね起きる気も寝る気もなくなるような日ですが、皆さんよかったら起きてくださいね。今日もね朝ここライブはバージョン 2.0 で頑張って6時から配信していますよ。今日はね昨日のハイライトがあるようですね。なんと例の脱毛配信で桐生水子氏がなんか脱毛配信とかちょっと背景が脱毛配信とかいうねクソみたいなことをやっていたらしいんですけども、そちらでですねちょっと大発見があったようですね。これノーベル脱毛賞が取れるんじゃないかと言われてますよ。これどういうことなんですかね。見てみましょうか。逆に振動が弱い方が幅が大きくてですね、なかなか強度が強いかもしれませんね。この状態で脱毛していきたいと思います。これノーベル脱毛賞ね、ちょっと世紀の発見がこちらの配信ではねあったらしいですからね、皆さんぜひよかったら見ていただきたいということですね。それではねちょっとね朝ここライブの中身に移動しましょうか。なんかね汚いものが映っておりましたね。それではねいつものスタジオに移動しましょう。皆さん時計おかしいよ。ちょっと待ってくださいね。時計がこんな正確な時間を伝えられないよ。こんな狂った時計じゃいい加減にしなさいよ。ちょっとよし、これで治りましたね。失礼いたしました。それでは皆さんおはようございます。今日もね頭の上でこのようにガタガタとね意味のわからないことを騒いでいるのは視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。起きてますね。みんながねちゃんと起きてくれるからこの番組は成り立っています。それでは今日はねこちらからです。なんと皆さんこれね本当にありがとうございます。なんとチャンネル登録者40万人出たー。嬉しい。ありがとうございます。皆さん今日ですねちょっとねこれをお祝いしたくて嬉しくてねニュースにしてしまいましたね。おめでとう。ありがとうございます皆さん。40万人ということでちょっと10の位が変わっちゃいましたよ。あまりにも嬉しくてですね皆さんに感謝をしたいと思います。先輩、そして事務所のスタッフの皆さん、そして何より、朝ここライブを決めてくださる中毒者のガタガタ騒いでいるお前ら、本当に皆さんありがとうございます。それではですねこれいきなり速報が入っていますね。見ていきましょうか。皆さんこれ以前お伝えしたことがあることなんですけども、皆さん以前のバージョンの朝ここライブでこちらの人をご存知ではないでしょうか。こちらですねドラゴン族封印の壺というねこちら朝ここライブのアーカイブとかにはねちょっと見えないんですけども、この方
ですね、一体どういう方かと言いますと、朝ココライブの枠、こちら配信枠ですね。大抵ね、前日の夜ですとか、深夜に撮っているんですけども、こちらの枠ができた瞬間に、誰よりも早く、一番にスパチャをするということでね、有名な、ドラゴン封印の壺でございます。こちらね、あまりにも早いんですよ。いつも大体枠を作ってすぐにね、来るので、あまりの速さにね、なんかプログラム組んでんのかと思ったんですけども、実は手動であることがね、以前のニュースで発覚をしております。この方ですね、朝ココ P の話を聞きますと、枠設置後5秒以内には現れる、これ凄まじい速さなんですよ。このようにね、皆さんこちらの画像をご覧ください。これね、枠をね設置しますと、このように YouTube からチャットの欄がね、これ私しか見られない配信中の、配信専用の画面なんですけども、チャットへようこそ、ご自身のプライバシーを守るとともにっていうね、この YouTube の説明が一番上にポンって出て、その後にポンって、これね出てくるんですよ。恐ろしいんですよね、あまりの速さに。しかも手動ですからね、手動。枠なんていつ作るか分かんないですからね。それなのに手動で待ってるんですよ。これちょっとね、もうどういう仕組みか分からないんですけども、おそらくね、張り込んでいるということだと思うんですけども、皆さん、これがですね、速報です。なんと今回この今配信している枠、こちらを作った際にも現れたんですが、皆さんこの左のね、この一番最初にねスパチャをしているこの画面をご覧ください。これね、ちょっとこの画像を覚えておいてくださいね。いきますよ。なんとですね、ついにこちら YouTube のチャットへようこその注意書きに買ったんですね。これも早すぎますよね。もう YouTube すら追いつかない。皆さん分かります？これYouTube がでしょ、この注意書きをね出すんですよ。チャットの皆さん、このようにチャットへようこそ、ようこそされる前についにね、もうついにドラゴン族封印の壺、これ来ちゃいましたよ。もうなんならね、私が枠をねポチ枠を作ります、ポチって押して、そんでね、枠を作成しています。だいたい作成されましたって言った瞬間にはもういましたからね。作成私が作成されたことに気づくよりも早く、ドラゴン族がついに封印の壺でね限界を超えてしまったんですね。これに対し有識者はいつ経つかもわからないのに更新を連打していると思うと辛い。確かに辛いっすね。前回ね、実はこの方ね、あまりにも常に一番最初におられますので、以前ね、他の視聴者の方がすいません、つぼさんなんでそんなに早いんですかと聞いた際にですね、普段つぼさんは喋らないんですけど、一度だけね喋ったんですよ。私その場監視していましたけど、喋りました際に普通に携帯で更新をしまくって待ってるんやでっていう風にね、喋ったつぼが喋ったってその時大騒ぎだったんですけど、実はねこういうことがあったんですよ。でもこれちょっとまずいっすよね。いつまでも連打しているということですからね。しかも夜の前日の10時に立つのか、それともね、私ひどい時は最近やらないっていう時ありますからね。ちょっともうこれを思うとね、それでは今回皆さんに覚えてほしい英語は、もういい、もう休め、こちらになりますね。やっぱね、もう頑張りすぎちゃってね、夜の 3,4 時間ぐらいをね連打でちょっと使い果たしているのではないかと思いますのでね、こちらもういい、もう休め、こうやってね、あまりにも頑張りすぎている人に使いたい言葉であるのではないでしょうか。これね、ちょっともう頑張りすぎちゃってる人には皆さんこのように言ってあげましょう。 You've done enough, rest already。 こちらですね、 You've done enough, rest already。 もちろんね、ここで切りますね。もういいと、もう休めという言葉で切ります。でこちらの
もういい。もういいね。これ日本語で言うともう4文字でとても簡単なんですけども、英語で言いますと You've done enough。 こちらはですね、直訳をしますと You はこれですね、お前ですね。お前。the というのはこれですね、You have の略ですね。こちらの the を省略した形になります。こちらが you、 つまりお前は have というのは持っているという意味もありますけどね。持っていると持っている I have a pen の have ですよね。こちらは持っていると訳してもいいでしょう。done というのはやったdo の終わった系ですね。do の終わった系がやった。そして enough というのはこちらですね、十分という意味なんですね。なのでお前は十分やったというのも持っている。持っているってのはお前は十分やってくれたんだよみたいな感じですかね。これはあまり日本語にそのまま略す必要はないかもしれません。ですからこれはもういい。これはね、直訳しますとお前は十分やった。これがね一番近い訳し方なのではないでしょうか。そしてこちらですね、rest はわかりますよね。便所もね、皆さんレストルームと言ったりします。休憩所みたいなね。便所は休憩する場所じゃないからな。女子トイレだらだら並んでるのはもう引きずり下ろしたくなりますけどね。ドア勝手に開けてね、下からガッて手突っ込んで足引っ張り出して中で化粧してんじゃねえぞって言いたくもなりますけどね。なんかちょっとね、不倫してる芸能人とかも便所使ってますから、レストルームじゃねえんだぞってね言いたくなりますけど、レストはね、休むという意味ですね。休むという意味でして、 already こちらですね。 already というのは実はもうという意味で使われます。お前はもうすでにみたいな、お前はもうすでに死んでいる already dead。 もう半分死んでんで、あいつはもう半分死んでんでの時も使われましたね。 already dead。 もうこれはね、よく使う言葉ですから、ぜひ覚えておいてください。お前は十分やった、もう休む。これね、 rest というのが一番最初に動詞が来たら命令形になるというのは皆さん小学校でも習ったのではないでしょうか。なので休め、十分やったよ、もう休めということになりますね。よかったら使ってみてください。それでは次ですね。なんとこれエリート速報入ってますよ。エリート速報、一体何でしょうかね。なんとエリート速報です。先日行われました、こちら6月15日ですね。ミコココアークですね。私たちミコパイセンとキリュウここで行われましたこちらの配信での出来事なのですが、これねちょっと面白いですよね。このサムネ、私が作ったサムネが右側で、ミコパイセンが作ったサムネが左側なんですけどね、どちらもね自分の顔は笑顔でね、相手の顔は決まった顔にしてるっていうね、これいい感じですよね。SNS 女子のね状態を表してますよ。やっぱ相手の顔はねちょっと決まってるぐらいがちょうどいいんですよ。やっぱ自分をね可愛く見せるそんな意味全然ないですけどね。それではねこちらエリート速報、一体何があったのでしょうか。なんとですね、桐生聖子氏がみこしにとんでもない情報を吐かせてしまったようですね。ちょっとこれ視聴者の皆さんも草生やしてますね。草一体どういうことなんですかね。皆さんこちらをご覧ください。一体どんな情報をミコパイセン吐いちゃったんですか。教えてくださいよ。会長時間大丈夫？私10時からそうですね、配信がいますけど、そうだね。脱毛するんですよ。今日もまた脱毛するんすか？月に1回のね儀式なのでやってありますね。なんか脱毛のとこってさ、なんかもらえるよな、そういうの。これ使ってどうぞみたいな。なんかもらえるんですか？なんか脱毛器がねついてくるみたいなとこあるよ。そんなの知らないですよ。あるある。へー。私が行ったところ、ミカパイさん脱毛行ったことあるんですか？ある。ないよ、あるわけないです、ミクは。ツルツルなんだから。もともと生まれた時からツルツルだよ。しました
どういうことですか？パイセン、どういうことなんですかね。皆さんの意見は草あるんだ。おおバカ野郎、まったく何言ってんだよ。もう視聴者コメンテーターのこれね、これに対し有識者はないよ、分かったね。なんていうことをね、皆さんがね、頭の上でね、皆さんがちゃんと言ってるので、ちゃんと覚えておいてもらって。私言わせてないでしょ。そんなじゃないよ。私何も言わせてないでしょ。有識者の意見はこれ自分から言ってね。これ私言わせてないよね。これみこばいさんに怒られましたけど、私言わせてないですよね。これみこばいさん、これ自分から言ってる感じありませんでしたかね。私言ってないよ。アイドルだから元から生えてないね。なんか言ってますね。これに対し有識えもこ氏がちょっとコメント欄にもらっしゃいますね。過去も現在もエリートで無駄毛なし。やっぱエリートに無駄毛なんか最初から生えてないんだよ。全く生えてないんでしょ。皆さん分かりましたか？はいと言いなさい。はいと言わなければ次に進めない。そういうことなんですね。誰だ会長は生えてんだよって言ったの。会長も生えてないよ。全く努力してんだよ会長もね。はいですね。しっかりね、はいという言葉が視聴者コメンテーターから出ました。それではですね、こちらみこパイセンですね。やっぱこんなことを言ってますけど、脱毛言ってたっていうことちょっとバラす。なんでもないですよ。なんでもないですよ。自分から言ってましたけど、あれはファンサービスよ、リップサービスよ。そうですよね。というわけで皆さんに覚えてほしい言葉は、お前は何を言ってるんだ。これですね。こっちはお前視聴者、お前何言ってんだよ。全くみこばいさんにあるわけねえだろ。というわけでね、そうやってね、わけのわからないことを言ってるね、頭上の視聴者に言いたい時にね、使う言葉ですね。これもね、皆さんね、これ何言ってんだ、これ何言ってんだためって言いたくなることよくあると思いますので、ぜひ覚えていてくださいね。こちらです。 What the fuck are you talking about? こうですね。こちらはね、ちょっと YouTube センサーがありますので省略をさせていただきました。これはね、何の略かと言いますと、 YouTube くんがね繊細ですからね。何のことを言いますと、こちらはWhat the fuck の略ですね。こちらは What the fuck の略になります。皆さんよく覚えておいてください。 W と T と F が揃ったら全部 What the fuck ですね。それはね、覚えておきましょうね。ミコパイさんもよう学んでおるですね。それでお前はもちろん You ですね。You はお前以外の略し方はないですよね。何を言ってるんだ。何はもちろんこれ What ですよね。What 何 What って聞きますよね。何ってそれの What ですね。Are you てめえは何よ。これでね What are you でてめえは何よ。そしてここに The fuck が入ることによって全てを強調していますよね。もうね強調でしょ。はてめえ何言ってんだよ。あなたは何を言ってるんですかと、はてめえ何言ってんだよの差ですよね。強調されてますよね。必要なんですね、これは。そして talking about、 talking とは you ですとか you ですとかしゃべるですね。しゃべる、こちらを言った言葉ですね。なのでお前何喋ってんだよとも使えます。 about というのはなんとかについてですよね。だからお前は何について言ってるんだという感じに英語ではなってしまいますね。それだけは注意してくださいね。 talking about でなんとかについて喋る、つまりなんとかのことを喋る。お前は何のことを言ってるんだ、お前は何を言ってるんだになりますね。
それではね、皆さんこれね、しっかり覚えたと思いますが、実はですね、これ実は、ちょっと速報が続きます。実はですね、アベレーションのね、廃人組で行くはずでした。こちら、アルファボスの最終決戦なのですけども、こちらなんですけどね、先ほどもありました、有力者であります、桜みこし。これね、謎の PC トラブルが実はね、どうしてもね、治らなくてですね、アベレーションにだけ入れないというね、事故が起こっているんですよ。なのでですね、残念ながら、パソコンのトラブルにより、参加できない、what the fuck? ちょっとね、ということで皆さんね、どうにもならなかったんですね。ちょっと頑張ったんですけどもね、みこパイセンも、いろいろ試したんですが、どうにもならず。これ、4人でも、4人でいて全力で、みこパイセンもいて全力であんなにギリギリで無理でしたので、これどうすんだということでですね、なんと、こちら、ですね、もう仕方がないんですよ。もう、ラグナロクのボス戦で大活躍だった助っ人でも呼ぶしかないということでね、皆さん、もうね、ちょっとまだお知らせできないんですけど、呼ぶことにいたしました。人よ。やっぱラグナロクでもね、これね、一番活躍してましたからね、一人だけね、活躍してましたからね、呼ぶしかないということで、皆さん、本日22時からこちらチョコ先生、アキロゼパイセン、私、そしてこのね、もうラグナロクボスを制圧したと一緒にね、最終決戦に行きたいと思います。ちょっと頭上に PPT が並んでいますけどね、誰のことですかね。ミコパイセンの分まで戦ってきますということで、22時から最終決戦、アベレーションとお別れ。こちらの戦、チョコ先生がね、尋常じゃない配信時間で準備をね、頑張ってますの。ミコパイセン託したで。わかりました。皆さんぜひ応援をよろしくお願いします。というわけで、今日の天気は、明日はココチのお誕生日。実はですね、明日私の誕生日になりますので、皆さんそちらもぜひよかったら覚えておいてくださいね。これしっかり左下は天気変えてくれてるんですかね。意外と真面目にやりますね。やりますね。というわけで、今日のアーク西成サーバーのパスワードこれから再起動かけますねは、明日 ASHITA ということで、皆さん今日も見てくれてありがとうございました。おはようございました。SHITA